何かこう、オプションのストライプみたいな感じになってますが、WC ワークス TV。いつも WC ワークス TV をご覧いただき、ありがとうございます。ありがとうございます。Hi guys, it's WC. Thanks for watching my video. このチャンネルでは、誰にでも簡単に車をきれいにできる方法やコツをお伝えしておりますので、チャンネル登録お願いします。行くぞ。ニューウェブ予選、ウエストかな。暑い。はい。ということで、久々のですね、施工の動画になります。今回は、こちらの企画をやっていきたいと思います。さあ、行くぞ。格安ポリッシャーとルペスを比べてみた。やるじゃないか。はい、ということで、僕がですね、このチャンネルの中で、この1年半ぐらいですね、よく使ってて、動画にも出しているポリッシャーが2種類あります。まず1つ目が、両備の RSE の1250っていうモデルですね。僕は格安ポリッシャーなんて読んだりもしてますが、これをですね、若干ね、改造して僕は使っているわけなんですが、このポリッシャーがまず1つ。で、2つ目は、この4月、5月ぐらいからかな、使い始めてるんですけど、ルペスの LHR の15 M3 っていうモデルなんですが、このね、2つのモデルを最近はよく使ってます。この2つのモデルなんですが、両方はですね、ダブルアクションっていうベースは同じ機構のポリッシャーになってます。で、ざっくりとそれぞれの特徴をお話しすると、両備の方は本当にですね、使いやすいポリッシャーです。初めての方でも扱いやすいですし、何より失敗が起きにくいので、僕はですね、初めてポリッシャーを買う方にはこれがいいですよってずっとおすすめをしてますし、最近上げたね、初めての道具選びシリーズの動画でも、このポリッシャーを初めての1台にはおすすめしているようなポリッシャーなんですね。でさらに、お値段がですね、ポリッシャーの中ではお手頃です。1万円を多分切ると思うので、初めての方にも手を出しやすいっていうことで、僕がね、おすすめしているポリッシャーになります。ただ、ものすごく使いやすいんですが、どちらかというとですね、仕上げ寄りのポリッシャーなので、絶対的なね、パワーだったり接着力っていうのは抑えてあるようなポリッシャーになります。よろしく頼む。で、2つ目のルペスなんですが、反対にこちらはですね、ダブルアクションなんですが、ものすごくパワーがあるポリッシャーになりますね。最大の特徴は、振れ幅、オービットがものすごく大きくて、その分、研磨力もあると。ただ、マイナスポイントとしてはですね、お値段がね、ものすごく高いっていうことと、あとはパワーがある分ですね、ダブルアクションなんですが、若干のバフ目が残る。オーロラにはならないんですが、バフ目が残るという風なポリッシャーなので、見合い方によってはですね、目消しがね、必要になったりするようなポリッシャーになっております。これは強敵だな。で、最近よくいただくコメントに、両備のポリッシャーとルペスを比べたところが見たいですという風なね、コメントをたくさんいただいてます。ありがとうございます。なので、今回はですね、それにお答えする形で、1台の車をこの2つのね、ポリッシャーで磨いて、仕上がりにですね、どのような差が出るのかっていうところを検証していきたいと思います。よろしくお願いします。ということで早速、Let's get started。はい、今日磨いていく車なんですが、こちら、ホンダのシャトルですね。シャトルになります。で、ボンネットをね、磨いていこうかなと思うんですが、近づくとですね、こんな感じでですね、ウォータースポットだったり、あとは洗車傷もね、入っているのが確認できるかと思いますが、こんな風なね、状態のお車でございます。これは強敵だな。はい、マスキングテープを貼りました。で、このね、マスキングテープより左側ですね、こちらをルペスでね、磨きます。さあ、行くぞ。で、この真ん中はね、後で比較するために磨かないで置いておいて、で、ここですね、マスキングテープより右側を両備のね、RSE の1250で磨いていきたいと思います。で、検証の方法なんですけど、今回はですね、あくまでもポリッシャーの比較が主な目的なので、道具を変えるのはポリッシャーだけにします。
なのでバフとねコンパウンドは同じものを使って、でどういった仕上がりにそれぞれなるのかっていうのを見ていきたいと思います。比較がねあくまでも目的なので、それぞれのポリッシャーの磨き方のポイントだったりコツっていうのは省かせていただきます。気になった方はですね、作業中にカードだったり、あとは関連動画の画像出てくると思いますので、そちらの方からねチェックしていただければと思います。そこではまずルペスからですね。行くぞ。ポリッシャーはルペスの LHR の15 M3 ですね。これにロングルバフ、そしてザワンのねコンパウンドメサイアをね使ってまずは1回目磨いていきます。このプレスラインよりこっちからだけ磨きますね。くらえくらえ。続いて料理でもね磨いていきます。行くぞ。バフとコンパウンドは同じです。はい、1回目の磨きが終わりました。やった。では早速見ていきたいと思います。よろしく頼む。まずこの真ん中がね磨いてないところですよね。ビフォアになります。これは強敵だな。でこちらがルペスで磨いた方ですね。いいですね、やっぱりね。やるじゃないか。こんな感じでね洗車傷スポットともに取れております。やった。はい。でこちら両火で磨いた方ですね。こちらもですねパッと見ものすごく綺麗ですよね。ここと比べると蛍光灯見ていただくとねわかると思いますが、全然こう映り込み方違いますから、はい綺麗にはなってます。やるじゃないか。がよく見るとちょっとねこう深いのがねやっぱ取り切れてないんですよね、両火だとね。蛍光灯がねちょっとこうボコボコボコってなってるの分かりますかね。そこ。これがルペスと比べるとこっちの方がねこうよりシャキッとしてると思うんですよね、蛍光灯が。こっちに来るとちょっとこうやっぱりね深いのが残ってる分映り込み方もボコボコしてくるという感じですね。でもこうやって角度によっちゃこうスポットもね若干取り切れてないのが浮いて見えたりもねすると思いますが、こんなはずでは。ちなみにルペスの方はこちらもワンポリッシュです。ワンポリッシュで
ここまでねいってますね。1回バフにコンパウンドつけて磨いてコンパウンドが消えるまででこの仕上がりです。やるじゃないか。一方ですね、両尾の方は1回目あまりにこう残ってたので2回ね磨いたんですけどね、やっぱりこうポリッシャーそのもののね差っていうのがありますんでね、まあこんなもんかなという感じです。では続いて仕上げのね磨きをやっていきます。バフをですねウレタンに変えて、でコンパウンドはこちら初めての道具選びコンパウンド編でねお見せしたザワンのね仕上げレンジ向けのコンパウンドになります。これでねそれぞれ、磨いていきたいと思います。はい、2回目の磨きが終わってマスキングテープをね剥がした状態です。何かこうオプションのストライプみたいな感じになってますが、やるじゃないか。まずですねこちらルペスで磨いた方ですね、こんな感じで仕上がっております。いいですね。やりました。このカラー紺でメタリック入ってるんですけど、多分1回目の磨きの状態でも多分バフ目とかほとんどいないと思うんですけど、やっぱりこう仕上げのねツヤ出しの磨き入れたことによってよりこう光り方がねシャープになってると思いますね。はい、近くで見るとこんな感じですね。ちょっとここね深い傷ありますけどね、そここんな感じと。で磨く前こんなんですからね、すごいですね。やるじゃないか。ビフォーアフタービフォーアフターということですね。で、こちらがね両尾で磨いた方です。こちらもですねさらにツヤは出てると思いますやったが、やっぱりねこう寄ってみるとちょっとこうねボコボコっていうのが残ってるのがね。ただこれ実写を見るとまあわかるんですけど、カメラ通して映像だとですね正直あんまりわからないかもしれないですね。こんなはずでは。この辺とかがね結構顕著なんですけどね、蛍光灯の光り方とかもね。でビフォーアフタービフォーアフターということで、こんな感じのね仕上がりになっております。はい、いかがだったでしょうか。やはりですねルペスの方が仕上がりはいいということになります。やるじゃないか。ただしですね、今日の車は確かにスポット洗車傷等々ありましたけど、僕らが仕事でやるレベルとしては悪くはないんですね。そこまでひどいレベルではない。なので差っていうのは僕は思ったよりも出なかったなというふうに思ってます。なので今日ぐらいのレベルであればぶっちゃけ多分一般の方がね見ても差っていうのはほとんどわからないとは思います。やったただこれがもっと状態の悪い車で、例えばソリッドがね黒だったりしたらもっとこうポリッシャーの差っていうのが顕著に現れるんですが、今日ぐらいのレベルであれば僕は思ってたよりも差は出なかったなというふうに思ってます。逆に両尾のねポリッシャーでもあの程度の傷のレベルであればあそこまで仕上げることができるということに、ね、なります。なのでそういった意味でもミヤキにね興味を持っておられる方でポリッシャーを買おうかなと検討されている方、とりあえず1台目はね
料理を僕はこの場で改めてお勧めしたいと思います。よろしくお願いします。もう入門としてはね、これ以上ないポリッシャーだと僕は思ってますんで、このポリッシャーから入って、でそこからね、足りない部分をね別のポリッシャーで補っていくっていう風な形で、進めていかれるのがねいいかなと思います。今回は比較が目的だったので、公平さを保つためにポリッシャー以外は同じ条件でね見上げました。で、もちろんポリッシャーに差はねあるわけですが、バフだったりコンパウンドを変えることで若干ねこの差を埋めることができます。絶対的な差っていうのはあるんですけど、この差を小さくすることができるので、例えばもっとこう粗いコンパウンドを使ってしつこく磨けば、もっとね料理でも傷を落とせると思いますので、道具をね若干変えることでさらにこうルペスに近い仕上がりに持っていくことも可能かなとは思います。ポリッシャーも含め今日使った道具の詳細は我らの方に載せておりますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。ということで今回も最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。ありがとうございます。もしこの動画が気に入っていただけましたら高評価ボタン、そしてチャンネル登録、こちらの方はぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。 YouTube 以外にもブログや Facebook、Twitter、Instagram と各 SNS もやっております。ご質問やお問い合わせ等は SNS の方からでも受付しておりますので、ぜひフォローしてやってください。よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。熱っ。大丈夫かなこれ。誰にでも簡単に車を経営できる方法をお伝えしておりますので、テイク2。誰にでも簡単に車を経営できる方法をお伝えしておりでこの2モデルですね、2モデル、この2つのモデル、僕はですね初めてのオーロラにはならないんですが、バフ目消しだったり、仕上がりにどんな差が出るのかっていうのを検証していてでどういった仕上がりにねそれぞれなるのかで、今回は比較がねあくまでも主な目的なので、今回はあくまでも比較がただこれがもっとこのポリッシャーを入門ちゃうな